こんにちは、うりうりばあちゃんです。よく質問されるのが、なんで YouTube を始めたかっていうことと、同い年ぐらいの60代とか70代の人が、ばあちゃんっていうのに抵抗がある人が多くて、孫はばあちゃんって呼んでいいけど、他の人はばあちゃんって呼んじゃいけないとかいう人が多いんで、なんで私の名前がうりうりばあちゃんなんだっていう、その2つをお話ししようと思います。いっぱい話逃しちゃいけないから、まず、なんで YouTube 始めたかっていうこと。63歳、今から3年前です。当時私はパティオ体験工房っていうとこで染め物のインストラクターをしてたんです。で、もともと私は機織りをして草木染めで着物が好きで着物を織りたかったから玉がすりって八王子で大体習ったんだけど、他もいろいろやったけど、かすりくって草木染めでいろんなものを染めるっていうのをやってたの。体験とかで1時間2時間で染めやすいのは藍染めで、藍染めをやってくれってそこに15年ぐらいいたんで、そこは場所もらって自分のものを売ったりとか、観光地だから人が休みの時は出なきゃいけなくて、週4日出てプラスアルファ夏休みとかね、祝日も出なきゃいけない感じで結構拘束は多かったんだけど、お金にもなるし、で割と自由が利いたの。お勤めっていう感じじゃなくて、自分が好きにそこを切り盛りしていいから、そんな感じで染め物も好きっちゃ好きだした人たちからいいわね、好きなことやってお金もらえてとか言ってたけど、それでもお金もらうんだから好きなだけではでき、そう独身と思う人もいるかもしれないけど、結婚してるの今でも私たちは長いこと一緒に暮らしたことってないんですよ。今年は行けないけどね、去年の2月に台湾の旅行行って、それ以来行けてないけど、年に1回は主に東南アジアに旅行行ったりもするし、東京行ったら一緒にご飯食べたりね。別に仲悪いわけじゃないけど、でもね、一緒に住んでたらもう離婚してるかもしれないと思う。だからいいと思うよ。そして彼は東京でお仕事あるし、私はこっちであるでしょ。シティジジイだから好きなんじゃない？あっちで飲んだり、お飲み歩く、旅行行ってもよく歩くし、私なんかついていけない。酒タバコで夜遅くまで起きてたりとかね、なんであんなに元気でいられるのか不思議で、もう70代、そんな感じで夫とは別に喧嘩もしてないしやってます。そして子供もいるんですけど、独立して結婚はしてたから、私は好きにここでやってます。そういう今の状況。それで機織りしたりいろいろしてたけど、15年ぐらい、3年前だから20年近く前からはこっちへ越してからもう30年近く経つから、その前の10年間はそうやって働いてなくて、クラフト市行ったりとかギャラリー店でやったりとかで、そんなにはお金にならないけど、細々とやってて、その頃は時間取れたから、ここのうちをいろいろ梅干しとかも作ってたし、お花もやったりとか、それから DIY っていうかペンキ塗ったりとかセメントやったりとかいろいろしてたんだけど、体験工房で行くようになってから忙しくて家にいる時間なんてほとんどないよね。多分煮詰まってたの、その生活。3年前に世間で好きなものをして生きていくみたいなのが小耳に私の中に入ってくるようになったので、ヒカキンさんとかで好きなものをして生きていくのが YouTuber だみたいな感じで、 YouTuber がもてはやされたのかちょっとわからないけど、そんな感じだったような気がするわけ。波が来たっていうか、体験工房行く前は20年ぐらい前で T タイムっていうソフトで、その頃は Mac 使ったからいろんな人に取材して電子書籍みたいなの作ったりしたの。でもその頃メディアがないじゃん、パソコンしか。作ったんだけど、あれ良かったと思うんだけど、今CD は残ってるんだけど Mac もなくなったし、どうしようもないんだよね。やっぱり取材して書いたんだよ。そんなのやったりとか好きなのや。それやってる時に、この辺で家建てる人が多いから、どうしてみんな家を建てるんだろうとか、移住してきてそれを取って歩けば見えてくるものがあるかな、そういうのもやってみたいなと思ってたんだけど、いいビデオも買ったんだけど、結局取りっぱなしでおしまい。それはそれと好きなことで生きていくみたいなのが小耳に入ってきて、ずっと好きなことして生きてきたような気はするけど、もともと私って家にいるのが好きな人なのに、毎日毎日お仕事行ってゆとりもないっていうか、家で梅干しも作れないし干し柿も作れない。私そういうの好きなの。お味噌作ったり 3.11 以降発酵食品にハマってるから、ちゃんとした時間が取れないからお味噌も作ってないし、梅干しはまた始めてたんだけど、干すっちゅってもすぐお仕事行かなきゃいけなかったらなかなかで、煮詰まってきてたわけよ。そしてその頃に好きなもので生きていくっていうのが耳に挟んで、 YouTuber かいいなと思ったの。私だって CD 本見て、ああいうのを YouTube でやればいいんじゃないかなと思ったの。そしたら南京玉すだれ習ったり講談習ったり、そういうこと好きなの。大道芸みたいなのとかも。だから出たがりっていうね、人前でおしゃべり下手なんだけどそういうのするのも好きだし、一回思ったのは、いろいろ簡単に染めてミシンで簡単に縫って、みんな簡単に普段着で着物とか着れたらいいなと思ったの。帯だってその辺の布地で半幅作って、で普通にと思ったんだけど、今最近着物着てないけど、着物毎日毎日着
着て過ごしたいなってちっちゃい時思ってたんだ。蛇の目傘さして喜んでたりしてたんだよ。そして好きなことで生きていくって、そしたら iPhone で YouTube 撮るっていうのが結構あって、前 iPod Touch とか iPad も最初に出た時から買ってるし、そういうのでちょこっとね YouTube に上げたりしてたの。でもそれは編集も何にもしないし、ただ遊んでたの。そのチャンネルを今も使ってるんだけど、何年も前にやってたんだよ。でちゃんと編集して iPhone で YouTube ができて、そういうのやってる人がいるらしいっていうのも分かって、そうだ、私も iPhone X 買って YouTuber になろうって思ったの。63歳の新年の頃、 iPhone がその前の年出てるでしょ。もう63だし、ずっと好きなことをして生きて、いや前から知ってるんだけど、もっと好きなことだけして生きてっていいんじゃないかなと思ったの。で私家にいるのが好きな人だから、家も住みやすいようにもっとしたいし、とにかくもう残りなんて半分もうないんだから、あと何年生きられるかもわからんし、とにかく悔いのないように弾けるぞって思ったわ。好きなように生きていこうと思って、で YouTube と結びついたの。とにかくもう60過ぎてるんだから、人様にとやかく言われることもないし、自分の好きなように生きて好きなようにやろうと思って、思い残すことがないように弾けるバシーじゃないけどとにかくそう思ったの。今までそうじゃなかったかと知らんけど、いいじゃん、そう思ったわけだわ。そして YouTube を始めたのよ。本格的にやるぞと思って。でも最初のうちはそうでもないけど、で体験工房やめたの。でもやめたらギャラリー展とかクラフトとかも出てたけど、そんなの本当にビビたるもんだから、生活できるほどはないから、ネットショップやろうと思ったの。ミンネとかクリーマとかあるじゃん、クラフト系の。そういうところに登録して始めたわけだから、今はそこそこ生活費の足しになるぐらいで、それで生活してんだからね、ネットショップで。 YouTube はまだ3万月に入ったら多い方ぐらいなのよ。カメラ買ったりいろいろしてるから、でまた材料費とかもあるから、はっきり言って足は出てないかもしれんけど、トントンぐらいなわけでね。今年金はね月にもらえるの。私そんなにかけてないだから、ネットショップと年金とそれぐらいかな。だからそうでもないけど、そこそこ暮らしていける程度にはあるわけ。そんなんでいいじゃん。そして弾けるぞと思って YouTube 始めたでしょ。 iPhone でできると思って編集して、その iPhone まだ使ってるの。最初完璧なビデオっていうのをやってて、最近はあんまり iPhone で編集しないけど、 Instagram の動画出す時とか YouTube のストーリーに出す時はこれでちょっと編集する時もある。 iPhone で撮って iPhone で編集だと楽、あんまり時間かからなかったんでやってたんだけど、だんだんやってるうちに欲も出るんだわね。ちょっとずつお勉強して、その秋にこのカメラ買ったの。私一眼レフとか使えないなと思ったの。調整とかあるじゃんとか、レンズ変えたりとか、そういうのはちょっと無理だなと思って、このソニーの FDR の AX の60っていうのを買ったの。2回壊した。マイクはこれで3個目か4個目、よく倒すんだよ。それで1回は直してもらいに出したよ。そしてカメラ買ったから編集しだしたら、欲望ってきりない。 iPhone の12も欲しいし MacBook も欲しいなとか思うけど、なくてもできるからこのまま使ってるけど、1年経った翌年に1000人にやっとなったのよ。嬉しかったね。1000人になるの大変だったよ。名刺作っていろんな人に渡して歩くの。チャンネル登録お願いしますとか言って一生懸命やった。クラフトとかいた時、登録して、私 YouTube やってる、登録してとか言って。私は瀬戸内海の生まれなんですね。20歳前に東京に憧れて来たんだけど、この話もいろいろあるけど、その辺はまたいつか。そしてここじゃない山梨県の大月っちゅうところの古いうちに住んでる。その話は動画にあるから、田舎暮らしの再生リストの概要欄にもリンク貼っとくから、もしよろしかったらご覧ください。そこで子供を産んで暮らしたんだけど、それからなぜばあちゃんかっていう話で、最初は違う名前にしてたのよ。田舎暮らしとか、おばちゃんの田舎暮らしだったら、私だって60代でばあちゃんなんて思ってないから。でもみんなばあちゃんって言うから、ばあちゃんでいいのかなと思うし、うりうりばあちゃんって言われるのはいいのよ。好きだよ。可愛いじゃん名前ね。最初40代の人だと思う。 YouTube で名前ばあちゃんでいいんじゃないですかって言った人がいるのよ。それは1年目だと思うよ。その時にって思ったもん。63歳よその時。なんで私がばあちゃんなんだよと思って。そうは言えないから。だって60代の人ばあちゃんって言われたらムカつくでしょ。自分自身で
と思ったんだけど、まだ60の前半だしね、もうだんだん後半になってきたけど、だけどそう言えないから、だって周りの60代の人おばあさんって言われたら絶対腹立てるよなと思って、世間の品種買いますよって言ったのよ。だって今私品種買ってるもん。わかる。そうよ、60代でばあさんなんていい加減にしてほしいよねでもいいの、私はいいんだけど、まあまあそんな感じで思ったんだけど、でもよく考えたら、どうせ私これから若くなることはないんだから、ばあさんの道まっしぐらじゃないですか。あと何年したらばあさんなんだし、今すでにばあさんかもしらんけど認めてないだけで、私って世間から見ればおばあさんなんだって思って悪あがきするのやめようっていうか、それにもうどうせおばあさんになるしかないんだから、ばあさんでもいいのかなって思ったの。それもあるんだけど、もう一つあるのよ。私にはばあちゃんがいた。まあ誰でもいるかもしれないね、いるわな。母ちゃんが働いてたから、私は一人でどこでも行けるような人間だったけど、もっとちっちゃい時と思うよ。母ちゃん働いてるからばあちゃんに面倒見られてたわけよ。だからばあちゃんと2人でいろんなことしてた記憶は、一番記憶にあるのは質屋に行った記憶と、うちの家族いろいろあるんだけど、ばあちゃんの息子がいろいろいて、うちのお父ちゃんもばあちゃんの息子だけど、これがいろいろあって質屋にいろんなもの入れるんだわ。それを七草ってその入れたものを長く置いといてもらうために利息もみたいな払ったりとかするんだけど、そういうの払いに行ったりとか、これを七に持っていけとか言われて時計持ったりするんじゃないので、お金借りてきたりするんじゃないの。そんなこんなを一緒によくついてた記憶がある。まあそんなとこ行ったりとか、あとは麦わら帽子の三つ編み内職で編んでて、編み終わったらそれをどっか持って行ってた。でちびっとお金もらうんよ。そういうのをお小遣いにしてた。でそのお金もらった時は帰りにお菓子問屋みたいなのあったんじゃない。アルミのこういう四角い中にいっぱいお菓子入れとくと、その周り焦げみたいなお菓子が崩れたやつとかがあるわけ。そのお菓子を集めたくずを買って帰ったりとか、まともに買ってない、あんまりお金もらえんから、そんなの買ったらすぐなくなるんじゃないの。それからあとパン屋の前に通ってパンの耳を10円だったいっぱい買って帰って食べるとかね、そういうおやつよ。そういう時にいつもついてた。でばあちゃんは腰が90度に曲がってたの。そして股の間にひょうたんが2つぶら下がってたの。一つのひょうたんは地で、もう一個は子宮とか卵巣とか、ひょうたんみたいに大きかったと思うんだけど、どんぐらいの、どうしてそれを知ってるかっていうところよ。でその加減で腰が90度曲がったんじゃないかなって私は思うんだけど、でうちのじいちゃんは大工だったのよ。戦前は羽振りが良かったんじゃない。建てる人もいっぱいいて、だからばあちゃんじいちゃんは遊郭っていうのがあって、そこに入り浸ってたわけで、そっから仕事場に行くの。そういうところで服とか着替えがないじゃん。だけんうちのお父ちゃんが着替えを持っていくの。でまた汚い方の着替えを持ってきばあちゃんが洗うわけよ。でまた干して上がったら、またその遊郭へじいちゃんにお父ちゃん届けてこいって言われるわけよ。だってばあちゃんが遊郭までのこのこと持っていけんでしょ。でまた古いのもらってきて、だけんうちのお父ちゃんはね、じいちゃんのことあんまり好きじゃないみたい。そんだけど戦争になればまあそんなもんもなくなるわな。そしてじいちゃんはどっか体が悪かったんだろうね。戦争終わった後ももう玄関の上がり花の部屋で布団敷いて、と病人じゃないみたいだけど寝たり起きたり、布団を引いてゴロゴロしてたんよ。まだそんな年じゃなかったと思うけど、ほとんど仕事してなかった。だけん生活するの大変だったと思うから借金して生活してたみたいで、後でじいちゃんが死んだ後にお父ちゃんが借金を全部返す、結構な借金をしてたみたいだから、そりゃそれなんだけど、ばあちゃんだって全然はその遊郭にじいちゃん入り浸ってるから、一応は生活、子供もいるしね、生活せにゃかんから、少しは生活費をよこしたんだろうけど、おおむねは遊郭で使ったんじゃない。だから貧しい生活だったと思う。じいちゃんが遊郭行かんでこういつも家にいたら、そりゃ豊かに暮らせたかもしらんけど、で戦争になったら遊郭行かんでいたんだけど、ばあちゃんは戦争中に2人子供産むわけだけど、うちのじいちゃん戦争行ってないのよ。やっぱり体のどっかが悪かったから兵役免除になったんじゃない。だけど仕事はしてたみたい、大工の仕事を。でばあちゃんは戦争に2人子供を産んだんだけど栄養がなくて、とにかく戦争中はひもじかったって。ばあちゃんの話は戦争の話とちっちゃい頃の話とじいちゃんの話はしてなかった。戦争で産んだ子供2人は死んでしまうわ。栄養失調とかじゃないの。だけんその2人の子が可愛かったっちゅう話を、その2人の子の話はようしよった思い出を。そして
戦争はひもじかったみたいよ。食べ物なくて小学校の庭で芋作ってたとか、水豚ちゅうんじゃない、なんちゅうったかな、私ら麦粉でこうばあちゃんようそれ作りよった。じゃけん戦争の時に覚えた食べ方ともよ。小麦粉をぐりぐり溶いて丸にもせんのよ。こんな不細工な感じにして味噌汁なんかポチョンと入れて食べるんよ。そればっかり具なんかないようなそんとじゃったっちゅう話だがね。人間は取れたんそんなんでもあれはええ方じゃったみたいじゃけど、じゃけんせ栄養もないでしょ。で戦争中身重になったとしても焼夷弾やら降ってくるからぼーっとはしてられんから逃げにはいけんわけよ。子供が小さかろうとおろうと生まれたばっかりでもで走って逃げるわけだわ。ほとんどずっと戦争の間中そんな感じと思う。大変じゃったと思う。父も出んじゃったと思うから、まあ栄養失調にもなるよね。でばあちゃんの話は戦争の話が多かった。空襲になって B29 がバーンと来てこうバシャ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 焼夷弾を落として、焼夷弾って上で破裂するらしいね。これでちっちゃい破片がバチャ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 降ってくるんでしょ。そんな一つがばあちゃんが逃げよった前に落ちちゃった女の人はね、蚊帳か布団か知らんけどもうちょっちゃったんで、それに移ってそれが火ついて、でその女の人はだるまみたいになってばあちゃんの目の前で熱いって言いよっちゃったって、まあ死んだろうね。でもばあちゃんはそんなみんで逃げて子供ちっちゃいの抱えてるか身重ので体で逃げたか知らんけど、とにかくそうやって戦争をやり過ごしてきたわっていうけん、ばあちゃんは戦争は嫌じゃ戦争は嫌じゃっていう話をようしよった。本当に嫌じゃったんじゃなと思う。まあ戦争誰でも好きな人おらんと思うよ。じゃけん私なんかここら辺を飛行機が低空飛行でババ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 バってテレビとか映画で見るじゃん。戦争の映画とかバババババって飛んでくの逃げるとか、そういうのと重なってばあちゃんの話も聞いてるし、もう自分が身をもって戦争を体験したような気分になってるわけ。私が生まれたのは戦後10年後だけど、その頃はまだね街に戦争の傷跡っていうけどそんな感じもあったような気がする。防空壕もあったし、防空壕で遊んじゃいけんって言われよったけどそんともあったし、もう闇市の名残みたいなどこでも街にはあったと思う。ガード下じゃないけど暗い感じで店が並んでるみたいなとか、傷痍軍人の人本物かどうか知らんけど寒いのにずっとお金を入れるようにして、そんな人もようおっちゃった。お正月とか神社行ってお参りするところに入れてくださいっていうのを置いてね。でも私怖いから、ね、手がなかった足がなかった見んようにしてバババーッと逃げたけど、そういう感じもあった。でばあちゃんはつくづくそうは嫌じゃっていうのは言いよった。で私ねもうちっちゃい時小学校なんか入る前に広島の原爆資料館行ったんよ。そんなちっちゃい子行っちゃいけんとも。でその時に見た記憶がもう全部頭の中あって、ちっちゃい時だからトラウマになってるわけよ。壊れた弁当箱とかそのまま止まった時計とか、私の記憶の中で一番もう逃げても逃げても逃げられないんだけど、階段があってそこに影があるの。それが展示してあるの。今知らんよどんななってるか。私それから一回も行ってないから、6年10年以上原爆資料館には行ってないし、その影を見た時にちっちゃい子だし、なんでここに影だけあるんだろうってすっごい不思議でしょうがなかったんよ。この影の持ち主は今どこにおるんだよと、まあ死んだとちっちゃい子ながらに思うんだけど、なんでここに影だけ置いて逃げるんだ。とにかくその影がずーっと私についてくるんよ。あの影から逃げようと思っても逃げられんわけだから、それとそういうばあちゃんの話聞いて育ったから、私は戦争を自分でリアルに体験したと思い込んでるわ。思い込んでるっておかしいけど、肌身に戦争が染み込んでて、でけん私は絶対戦争はいかんなと思う。まあそれはそれとし、そしてうちのばあちゃんは戦争のせいよ、ひょうたんが2つ出てきたんだって、腰が曲がったんだって、もう戦争の身重で逃げ惑ったから産後の日立ちが悪いっていうか無理がたたったんと思う。でもばあちゃんはそのひょうたん2つぶら下がってるのを嫌じゃとか辛いとかも言ってなかった。ただ淡々と生きてたと思う。いや自分の体については近所の木工所に木の端くれをお風呂炊いたりご飯炊いたりするのに、いつもじいちゃんが作った荷車でこうちょっとやってもらいに行きよ。腰がぐっと曲がってるからそれ大変だったと思うけど、ばあちゃんの仕事っていうことで嫌とか何も言わんで生きよった。私もちっちゃい時ね手伝ったけど、もう小学校ぐらいになったらばあちゃんが恥ずかしゅうって腰がこんな曲がって、外ではまあでも誰が見ても私のばあちゃんって知ってるんだけど近所だけどあんまり外ではばあちゃんがおっても知らん顔して逃げたでね、ばあちゃんはじいちゃんの悪口も言ってなかったし、でも絶対嫌だったと思うよそんなじいちゃんに。でもそういうもんだと思って生きてたんと思う。自分の人生が
どうたらこうたらとか人生変えようとかそういうのもないし、あるがままに受け止めて、いや戦争は嫌だと言いよったけど戦争から逃げることもできんし、嫌なことはいっぱいあったと思うよ。嫌なことだらけじゃったと思うけど、あるがままに受け止めてそうやって淡々と生きてたよね。ただ戦争だけは嫌だって言いよった、ずーっと言いよった。頭の中に私にこびりついてるけど、他のことはじいちゃんが嫌だとかそんなことは言わんかった。大変だったと思うと、90度も股にはねひょうたん2つぶら下がってても歩くだけでも大変と思うけど、いやそんなことも言わんで生きちょったよ。普通にね、普通じゃないかもしらんけど。それでね、後からそのひょうたんの1個は地の方は引っ込んだんよ。名医の人がおっちゃったらしゅうて、ちょっと遠いとこまで行って引っ込めても手で引っ込めたなんか知らんけど、多分切ったわけじゃのうて、じゃけんね1つはないなけ1個だけになった。最後の頃はね、だけ長いことじゃなくてちっとは楽になったと思うけど、だけどもう1個の2つの地はないなったけど、子宮か卵巣かわからんけどそっちはぶら下がったままじゃ。それを切って手術するとかできたんかできんのかわからんけど、お金かかるからかどうかわからん。とにかくそれはそのままで、ばあちゃんも取ってくれとも言わんじゃったし、そういう自分の境遇を受け止めて生きちゃったんじゃろうなと思う。そしてばあちゃんは68歳の時に脳溢血みたいなんで倒れて死んだよ。でその時私は、ね、多分高校1年とかそのぐらいやった。もう私もほとんどばあちゃんと同じような年をして、その後私大きくなって40何歳の時に短歌を始めたの。そしたらばあちゃんのことがいっぱい思い出されるわけ。ばあちゃんは腰が90度に曲がってたなとか、そういう歌をいっぱい作ったのよ。そしたらだんだんばあちゃんのことを考えるわけ。ばあちゃんってなんか楽しいことあったのかなとか、生きてて面白かったのかな。私から見るとばあちゃんってすごい不幸だったんじゃないかなと思ったの。その時に私ばあちゃんの分も楽しく生きようと思って、ばあちゃんのやれんかったことはいっぱいあったろうけど、そういうんじゃなくて、ばあちゃん何がやりたいとか言うんじゃないけど、本当ならじいちゃんじゃない人と結婚したらもっと幸せな人生もあったかもしれないし、戦争がなければあんなひょうたん2つも転がって出んじゃったろうし、いろいろ思うとばあちゃんってかわいそうだったんだよなって思って、私がばあちゃんの分まで生きようとか思ったんよ。それでばあちゃんの名前を名乗ってたこともあるの。それでも後々よう考えてみたら、ばあちゃんが幸せだったとか不幸せだったとかそんなことはばあちゃんが決めることで、ばあちゃんにも楽しいこといっぱいあったと思うよ。ちっちゃい時は割とうちのばあちゃん家は商家でそこそこ裕福だったから、着物買ってもらったりお母さんとなんかしたり、いろいろ楽しいこといっぱいあったと思う。花嫁学校みたいなのも行ってたから、着物縫うのとかね、そういうとこ行って友達といても楽しかったと思うよ。でじいちゃんと結婚した時だって、結婚した当時から遊郭には行ってないだろうから優しかったと思うよ。最初はね、子供生まれた時も嬉しかったろうし、いっぱい楽しいことはばあちゃんにもあったと思う。それを私が勝手にこうだって見ちゃいけないと思う。それは失礼だったなと思った。だからいいよ、ばあちゃんの人生だったわけよ。淡々と生きてて、いろんな人が生きてて、私がから見たら楽しいのとか、でもそれはその人の生き方だからいいと思うよ。それをとやかく言う必要はないなと思って、アリだってよ、ハエだってゴキブリだって、それはハエの人生とは言わんかもしらんけど、ウグイスだってそれはそれでその生き方があるじゃん。だからひょっとしたら私はハエじゃなくてよかったなとか思うけど、ハエは思わないでしょ。ハエはハエとして生きるんだし、それでいいんじゃないかなと思って、そしたら私はなんでばあちゃんに対して失礼なことを言ったのかなと思ったの。何が楽しくて生きてたんだろうとか、大きなお世話すぎるなと思ったの。それに持ってきてよ、他にも不幸だと思う人いるけど、それはそれ、その人の人生をとやかく言う必要はないし、その人にとってはいや本当は違うかもしれないけど、それはそれでどうにかしてほしいと思ってる人がいたらまた別だけど、ようわからんけど、とにかくそれはみんなそれぞれの人生があるし、ばあちゃんにはばあちゃんの人生があって、それを私が勝手にこうだとか生きてる意味があったのかとか思うのは私の傲慢だな。それに持ってきてばあちゃんの分まで生きるなんてなんてずうずうしいんだろうと思ったわけ。ばあちゃんは私自分の人生の分まで楽しく生きてほしいとは思うか思わんかわからんけど、そういうもんじゃないと思う。私だってよ、誰でもいいよ、孫いないけど孫でも息子でも、私が死んだ後に私の分まで楽しく生きてあげようなんて思われたって冗談じゃねえよ。私の人生私だからあんたは勝手にしろと思うよ。死んでても思うと思う。だから失礼だったなと思うんですよ。
いや、そしてね、ばあちゃんの名前、そういうことをいろいろ考えて、そのばあちゃんは私もばあちゃんじゃん。だからばあちゃんの私と、私のばあちゃんじゃなくて、私自身ばあちゃんであるばあちゃんと、あの孫の私、ばあちゃん、ばあちゃんって言わんの、ばあちゃんって言うの。私たちはばあちゃん、ちょっとアクセントが違う、ばあちゃんって言ったんじゃが、そのいつもばあちゃんって言ったあのばあちゃんの孫の私のばあちゃんじゃけん、孫から見たばあちゃんの私とばあちゃん本人のばあちゃんじゃけん、このうりうりばあちゃんって、うりうりはうりうりがうりうる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 のうりなんだけど、名前何にしようと思ったら、うり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 がうりうりうるうるうり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 うるばあちゃんって思ったんだけど、長いからまあうりうりにしたんだけど、うりはばあちゃんのうりで、もう一個のうりは孫の私、うり、これ後付けなんだけど、うりばあちゃん、孫のうりばあちゃん、うりうりばあちゃんでいかがでしょうか。だからうりばあちゃんの名前は孫から見た私のばあちゃん、あのばあちゃんじゃないんだよ、ただただ孫である私、うり、それとばあちゃん本人のばあちゃんで、うりうりばあちゃんということです。なんで皆さん60代だからばあちゃんとか思うかもしらんけど、いいじゃないですか。もうばあちゃんになるんだし、いや、思わん人はそれはそれでいいんだよ。冗談じゃないと思う人はそれでいいじゃないですか。ばあちゃんを名乗ってる私は好きにさせといてくださいっていうか、皆さん好きに生きればいいのよ。だから例えばよ、よしこ、私ばあちゃんじゃないわ、よしこよ、よしこねえよって言えば、よしこねえよでいいじゃん。とにかくいいのよ、好きにすれば。だから私も好きにさせてください。そういうわけで、これからもうりうりばあちゃんよろしくお願いします。じゃあまったねー。